やっぱ鳥山明天才だと思うんですけど、セル編ってあるじゃないですか。あれ見ると、そのセルっていうのはさ、いろんな強い戦士の DNA をバーっとか集めて、最強の個体になりましたとさ、みたいなさ、そういう話じゃん。ああいうことなんですよ、絵描きって、ほんとマジで。うまい DNA っていうか、その要素ですよね、エッセンスを、いかに取り込んでいくかなんですよ。それの、やっぱ組み合わせ方だったりとか、何をベースにしてるかとか、もちろん本人の観察眼だったり体験だったり、そういったものも当然そこに掛け算されるんですけれど、やっぱりベースにあるのって、やっぱり子供の頃に見て、うわすごくいいなと思ったとか、大人になっても感動した絵とかね、そういうものをどのように摂取しているか、取り込んでいるかというのもですね、やっぱり日本っていわゆるこういう漫画アニメっぽい絵の描きやっぱ多いじゃないですか。それはやっぱりね、そういうものにやっぱ溢れているからなんですよね。最近はね、海外でも日本のアニメをいっぱい見るから、目指す人とか上手い人も増えてると思うんですけど、日本はやっぱ段違いにそういう文化っていうのがね、優れているというか、子供の頃からたくさん見ている。だから自分は描いているんだよねっていうところなんですよ。大昔の人、今のね、アニメっぽい絵っていうのをいきなり風に描かないでしょ。50年前とか60年前の絵と今の絵って全然違うじゃないですか。例えば、ね、50年前ぐらいだったら、その明日のジョーとかあったじゃないですか。巨人の星とか。あの時代の人の絵って全部あの絵じゃない。で、あの延長でさ、やっぱまだガンダムのね、ファーストガンダムとかってまだああいう絵じゃないですか。あの時代が結構しばらく続いて、で、その後、そのラブコメみたいな絵になって、みたいなさ、ね。で、今はね、今の絵ってあんまないですよね。多様性と拡散の時代だと思うんですよ、今。いろんな過去のものがありすぎて、飽和してて、あとは自分の好みで、その過去の中でも、これいいんじゃない、あれいいんじゃないっていうものを選んで、おのおの、楽しむと。要するに、絵描きっていうのはね、そういう文化っていうのかな、まさにこの川の流れのようにですね、アニメ、漫画、イラスト文化の、ゲームも含むそういうね、文化の潮流の中にいるのであって、これと逆行しては意味ないんですよ、てか無理なんですよ。自分でオリジナルで何も見ないで、なるべく見ないようにして、周りの絵を見ないようにして描こうっていうのは、この川の流れに逆行して進もうとしてるのと同じなんですよ。それは結構時間の無駄だし、労力の無駄だし、そして得るものがほとんどないというですね、なるべくアナログにだけにこだわろうとかね、いろいろね、あるのに使うのおかしくないかなって思っちゃうんですよね。で、いろんな便利にはなってくんですけど、結局、でも自分の気持ちには嘘つけないんで、自分の中での気持ちよさっていうものを結局追求すれば、その人らしさっていうものは出てくんで、あとね、これね、絶対今の今日の話で間違ってはいけないのは、人がうまいと思ってるっていうのはどうでもいいということまでは言わないんだが、割とそこを中心にしてはいけないっていうことですよね。自分が本当にいいと思う絵を摂取しないと自分のものにならないんですよね。人がいいと思ってるレベルでは模写しない方がいいです。自分がそんなに今上手くないのであればあるほど、自分が本当にいいと思う絵をまずは模写したりとか、自分なりに描いてみたりとか、初期衝動ってやつですね。自分が最初にいいと思ったものからやっぱ吸収した方がいいかなと思います。90年代の絵とか見るとすごい目でかいみたいなあるじゃないですか。で、80年代っていうとゼータガンダムみたいなね、高橋留美子と古川智則足して割ったみたいな絵ってもうだけでしたね。あの時代はもうそれだけで80年代は行きましたね、ほぼほぼ。90年代になるといろいろ目大きくなって、で00年代から俺よくわかんないです、正直。っていう感じで循環しながら、確実に進化してると思います、あの絵って。やっぱり。進化してるというか、正直見やすくなってるよね、それは。それはある。もちろん過去の絵にもね、例えば安彦さんのファーストガンダムのね、そういうイラストとかって、今ね、真似しても描けない何か凄みというかね、かっこよさはあるから、一概に昔のものが悪いとは言わないんだけれど、昔はね、うまいのとそうじゃないのの差も激しかったですよね。だからうまいものを見つけやすかったよで今ね、各ジャンルでかなりうまいものっていうものが増えてきてるから、だからね、皆さんにとってはその最新のものを別に選ぶ必要もないんじゃないかなと思います。
20年以内だったら割と何でもいいんじゃないかな。ただちょっときついなと思うのはやっぱ80年代ぐらいまで遡るとちょっとなんか今的にきついなと思う絵はあるよね。ただドクタースランプとかさっきも話ちょろっと出たその鳥山明の昔の絵うまいっすねなんか洗練されてるよな。そう、自分が上手くなって昔よりね分かるその鳥山明の絵のうまさ単調平行を避けるとか、立体感とか見やすさとかなんかそのありとあらゆる面で非常に優れていることが、自分が上手くなればなるほど分かるって、それをですねその当時20代ぐらいの人が描いてたっていうのがちょっとあれはやばいですね。鳥山明に関して言うとねやっぱりアキラというかドームか大友克洋のドームは見てたんじゃないですか。で大友克洋は、フランスのメビウスを見てるだろうし、もちろん手塚治虫から漫画的なね手法というか大友克洋の漫画って見やすいんだよね。やっぱなんだかんだ言ってテンポ感がすごくいいというか映画的であるし、であまりの画力でアニメも作れちゃったっていうすごいですよねと前後に対する影響力がやっぱすごい半端なくねありますよね。漫画家さんももちろんねそういう、文化的な積み上げ、絵だけじゃなくて小回りとかさ、セリフとか、文化的な積み上げ当然あるんですけど、もちろんアニメもねそうなんですよ。最近ね僕ねおそ松さん今更見ちゃってですね、おそ松さんめちゃくちゃ面白いですね今更かよって感じですけど、脚本家のね松原さん81年生まれ同い年でなんか放送作家やってたんですね。でアニメの脚本は銀魂ぐらいであんまりそんなに手がけてなくて、なんか放送作家だってそのお笑いのもともと芸人目指してたりとか、なんかやっぱりそのアニメ畑じゃないんですよね。アニメ畑では描けないなんか幅の広さをめちゃくちゃ感じて、その脚本に。でもちろんおそ松さんのねキャラでやってるね浅野さんね、浅野直之さんね、僕らからの知り合いでね、浅野さんの良さが本当によく出てた。で浅野さんのいいところは本編で割と汚く言うじゃないですか。こうなんかねそれも嫌な感じがしないんですよ。人に対するね悪意があまりなくて、だから善意なんだよね。というかなんか前提にあるのがね深い愛なんですよ。見てて嫌な気持ちにならないのね。あれがね本当ね一歩間違うとなんか不快なノイズになるんですよ。なんか気持ち悪いというかなんか腹立つなってなるんだけど、浅野さんにはねやっぱ絵に愛嬌があるんですよね。愛があるんです。人間愛をね感じるので、あれ本当マジでギリギリですよ。内容って本当一歩間違えるとなんか、基本ディスになるじゃないですか。そういうもう全部笑いになってて、でしかもやっぱ監督のね銀魂の監督さんの人、藤田さんです藤田洋一さんだっけのテンポも相まって、このね3人が三者三様になんかすごい技を繰り出してるようにやっぱ見えて、いやあれは熱いですね。今更かよって感じですけど、そこまでその当時ハマれなかったんですけど、僕も成長したからなのか楽しめるようになってて、いやーすごいなと思ってちょっと感心してずっと見てましたね。おそ松さんなんかも本当にそうできてるんですけど、まさにあれこそさいろんなもののオマージュになってるんだよね。いろんなもののパッチワークというか面白く編集されてるんですよ。だけれどその組み合わせとか、見せ方がもちろん元の昔のおそ松くんの良さをちゃんとリスペクトしながら80年代におそらく青春というかを迎えたであろう人たちのネタが入りつつ、そして2017年風にアレンジされてるというですね、本当タイムスリップしながらなんか一つのパッケージにぶち込んでるのがねこれはすげえなと思いました。要するに過去の作品に遡ってみると、今の作品が分かるようになるのね。なのでやっぱ上手い人ってやっぱりこういうの見てんだとかね、例えば今のジークワックスね、今皆さんが見てるジークワックスが一番綺麗に整理されてて、ありとあらゆるものが、洗練されてて見やすくて出来はいいんですよ。それはもちろんそうなんです、最新作の方がなんですけど、そのエッセンスっていうのは実は沼木監督とか榎木戸さんとかね、やっぱ監督と脚本家とあとデザイナー、このやっぱ3人ですよね。その人たちが何見て育ってるかっていうのを
ちょっとたどると、そうするとジークワックスっていうのも多分、あ、これはあれだなとかね、これ実は今話してんの、今日の話と全然違うようだけど、まあ文化なんですよ、結局ね。実は皆さん、だから子供の頃から見やすいコンテンツのこのパターンっていうものを、実はね、すごい上層教育されてるんですよ。漫画だったり、アニメだったり、まあ、絵をみんな見たい、まあ、もちろんゲームは結構ね、でかいんですよ、あれ。スーパーマリオとかさ、ドラゴンクエストとか。一回、なんかあるジャンルをやったことある人って、別のゲームやった時も、ちょっとできたりするでしょ。で、それって実は、その手のパターンを、自分の体の中で、まあ、インストールしてるのと同じなんです。漫画を読んだら、その漫画の文法も実は皆さん無意識に勉強しちゃってるんですよ。アニメを見たらアニメの文法を無意識に勉強しちゃってるんですよ。で、これが要するに漫画、アニメ、イラスト、ゲームの文化圏内にいるってことなんですよ。まあ、ほとんどの人がね、つまんない勉強嫌いじゃないですか、簡単に言うと。例えば六法全書を全部暗記しろみたいな、結構地獄じゃないですか、そういうの。でもあれで弁護士になってる人いるわけじゃないですか。あれはそういう六法全書をストーリー化させたりとか、ゲーム化させることができた人が結局はあれ司法試験受かってるらしいんですよ。わかんないですけど、あるいはなんかほら難しいところの医学部とかもね、あれは普通の人ではゲーム化したりとか楽しめないじゃん、あんまり。何かを習得するときにみんなはゲーム化させてるんですよ。みんなはそういう何かを楽しむっていう文化に乗ってるわけです。だからその文化に乗ってないものっていうものはどういうふうにみんな取るかと、第三者っていうか、出来損ないだったり、幼稚なものだったり、見やすくなかったり、つまらないものとして認識するんですよ。要するにつまんないってなるの。で、それが何かというと、ちゃんとうまい絵を見ないで描いたものになるんですよ。なんでって言ったら、今まで見たことないし、これからも見たことはない。あるいは、どっかで見たことあるんだけど、その精度が低い。見やすくない。流れに乗ってない。踏襲してない。っていうことなのね。だからそのいわゆる王道のパターンっていうものが、まあ、いかに優れていて、しかもそれに乗らないと面白いコンテンツというものにならないんですよ。だけれどあまりにもその王道すぎると、みんなはもうそれを見飽きていて面白くもないと感じてしまうんですよ。だからちょっと隠し味というか、新鮮なパッケージをですね、側にこう乗っけて工夫していくわけです。そのさじ加減なんですよ。あまりにも食べたことないものはまずいと認識するだろうし、これ難しいんですよ。なので、必ず何かに卓越してる人って、必ずですね、何かのマニアなんですよ。これだけはもう間違いなく言えます。何かのマニアなんですよ。誰かのマニアって言ったらいいかな。誰かのフォロワーって言ったらいいですかね。要するにインストールしてる時期っていうのがすごくあるのね。その前の世代をめちゃくちゃインストールして、しかも自分はそれをどのようにそれに対して自分の能力は傾けるかということをね、必ずみんなやってるんだよね。これ絶対条件なんじゃないかなと思うんですよね。要するに自分の中から出そうとするんじゃなくて、自分が好きなものっていうものがもう自分の中の一部なんですよね。そういう考え方が結構重要かなと思います。やっぱね、ストレートにね、世の中で流行ってるものってね、やっぱ価値あんだよね。その動線がうまくできてるんですよ。ヒットしてるものとか、みんなが知ってるもの。ね。王道たるね、理由をですね、知って、その価値を知った上で、自分にやっぱり一回取り込むっていうのが、まず最初にやるべきことなんじゃないかなと思いますよ。うん。